皆さんこんにちは。このチャンネルでは日本の伝統食について一食ずつゆっくり解説していきます。今回は験担ぎ、縁起の良い色として知られる勝色です。読み方は勝ち色の他に勝色、勝ち色などとも読みます。褐色という文字を見ると現代では黒ずんだ茶色を思い浮かべますが、ここでの勝ち色とは全く異なる色です。ではこの勝ち色にはどんな意味と歴史があるのか一緒に見ていきましょう。動画の最後にはご参考までに勝ち色におすすめの配色もご紹介いたしますので、ぜひ最後までご覧ください。勝ち色、JISの一般式名では奥深い紫みの青、英語名ではダークインディゴと呼ばれたりするようです。藍染めの中でも最も深く染めた藍、紺色より濃く黒色に見えるほど暗い藍色であります。日本の伝統的な染色技法である藍染めですが、昔の人々が布を藍で染めた理由に藍染めをすることで布自体の強度が上がること、そして防虫や抗菌効果があるとされる点が挙げられます。濃く染めた藍染めの布や紙には虫よけや蛇よけの効果があるとされており、経文を書く紙や野良着などにも藍染めの布が使われていました。平安時代、勝とは目の粗い服、粗服のことだそうで、これを藍で染め上げる際、藍を深く染み込ませるために藍と布を臼に入れ、何度も打つ、叩くことから勝色の名がついたとされています。鎌倉時代に入り、勝にかけて縁起を担いだ武士たちから好まれ、勝ち色は勝ち色だとして甲冑や武具に好んで用いられるようになります。武士の時代が終わり、明治時代に入っても日露戦争の頃には軍勝ち色という名で軍服などに採用され流行色になったそうです。日本の大ヒット漫画ゴールデンカムイの時代設定がちょうどこの時代に重なっており、主人公の杉本をはじめ登場人物の軍人たちが着用している軍服がこの軍勝ち色ということになります。縁起の良い験担ぎの勝ち色は現在でも変わらず日本人に愛され、さまざまな場面で採用されています。パソコンブランドのバイオでは勝ち色をコーポレートカラーとして採用しています。バイオ株式会社は2017年のブランド20周年記念モデルをはじめ、節目の年や限定仕様として勝ち色のノート PC を発売しています。日本が世界に誇る時計メーカーセイコーのグランドセイコーやカシオの G-SHOCK からも勝ち色をあしらったモデルが登場しています。伝統色が現代のブランド戦略に生かされているのは非常に興味深いですね。また2018年の FIFA ワールドカップロシア大会では日本代表のユニフォームのベースカラーに勝ち色が採用されました。これはかつて戦国武将たちが出陣時に着用していた鎧下と呼ばれる着物に勝ち色が使われていたことに由来しています。選手たちにとっても出陣の装いにふさわしい色と言えるでしょう。サッカー日本代表のユニフォームの色やデザインのコンセプトもとても興味深いので、いずれ別の動画でご紹介したいと思っています。勝ち色は茜色と相性が良く、日本の鎧や甲冑服でも勝ち色に赤が差し色としてよく用いられています。これは現代の剣道の防具でも時々見ることがあります。金色もまた相性が良く、同じく鎧甲冑などで金色の金具や金糸がよく用いられています。昭和初期に活躍した洋画家和田三蔵が編纂した配色総観は2010年に配色辞典大正昭和の色彩ノートという表題で復刻され、海外ではディクショナリー・オブ・カラー・コンビネーションズとして出版され高く評価されています。本書には勝ち色を使った配色例も複数掲載されています。
そこに記載された CMYK 値をもとにヘックス値を算出し、今回は2例をコンピューター画面上に再現してみました。動画内に記載のヘックス値はあくまでも参考値としてご覧ください。それでは勝ち色を使ったこれらの伝統的な配色例を2つご紹介します。世界中のファッション業界をはじめ、さまざまな分野のクリエイターやインフルエンサーにも影響を与えている本書配色辞典。動画の説明欄にリンクを貼っておきますので、ご興味のある方はぜひ一度お手に取ってみてください。日本人にとってとても重要な意味を持つ色、勝ち色、いかがでしたか？他の伝統色もどんどん紹介していきますので、気に入っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録をポチッとお願いします。また次の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただき誠にありがとうございました。